こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサム花です。英語の先生と日本語の先生もしています。今回は5カ国語を話す天才少年ルカ君とのインタビューの続編ということで、ルカ君のお姉さんのエイプリルさんも交えてルカ君とエイプリルさんのインタビューということでお送りしたいと思います。前回ルカ君についての動画を作った時にですね、ものすごく反響が大きくて私もびっくりしました。もともとルカ君というのは私の教え子だったエイプリル・キムさんという人の弟さんでですね、エイプリルさんが花先生、うちの弟のルカはすごいんです、5カ国語話すんですよってずっと言ってたので、じゃあそんなにすごい弟さんぜひ会ってみたいっていうふうに私がお願いして、それで実現したのが前回のインタビューでした。確かにルカ君も5カ国語を話すのですごいんですけれども、そのお姉さんのエイプリルさんもなんと韓国語、日本語、英語、中国語の4カ国語を操るという弟に負けるとも劣らない天才だと私は思っています。いつもはエイプリルさんはテキサスに住んでいるので弟のルカ君とは離れて暮らしていたんですけれども、今年大学を卒業して一旦ルカ君とお母さんの住んでいるタイに戻って、来年またテキサスに戻ってくるということで、今はたまたまルカ君とエイプリルさん一緒に住んでいるということなので、ぜひインタビューさせてくださいと言ってお願いしました。2人とも語学が非常に堪能なんですけれども、どういう育てられ方をしたのかというのを聞いてみたらですね、2人の育てられ方というのは全然違っているということが分かりました。本当に全然違うので、どうしてこんなに違う育てられ方したのに2人とも語学が上手なんだろうって聞いてるこっちがびっくりしてしまうような内容でした。どういう育てられ方だったのかなというのがすごい私は気になっていたんですけれども、お二人それぞれにどういう学習の仕方をしたかというのを聞くことができましたので、英語や他の語学を勉強していらっしゃる方の参考にしていただければと思います。よかったらどうぞご覧ください。Well, thank you very much for making time today. Today we have Luka-kun and his sister April. Welcome to my channel. Welcome to my video. 今日は私の番組に来てくれてどうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ルカ君はね、この前も出てくれてすごいいろいろお話ししてくれたんだけどね、このルカ君には実はお姉さんがねいるんだよね、エイプリルさん。でもともとルカ君のことも私が知ったのはエイプリルさんの強力な推薦、うちのルカは5カ国語喋れてすごいんですよっていう話だったので、それでルカ君に出演をお願いしたんだけど、でも本当になんかね、ルカ君だけじゃなくてエイプリルさんも日本語ペラペラじゃない？ペラペラですね。ちょっとだけ話すけど、いやいやいや本当すごい2人とも日本語上手だからさ、だからちょっと今日どうやってそんなに日本語とか他の言語勉強するの上手になったかっていうのをちょっと今日は聞かせてもらいたいなと思います。はい。まずエイプリルさん、エイプリルと、ルカ君は何歳離れてるの？6年ですね。6年。6歳離れてるの？6年離れています。ルカ君は何歳って言ってたっけ？18歳です今。18歳？そしたらエイプリルさんはじゃあエイプリルさんは24歳か。そうですね。私は24歳です。ね。そしてエイプリルさんは、今は What do you do now? Are you a student? I'm currently so I graduated from university already, but I'm taking a gap year because I'm planning to enroll in my master program next year. So 今は休んでます。でも来年から大学院に入るんだよね。はい、来年から大学院です。大学院で何を勉強するんですか？ビジネスアナリティクスという専攻を学ぶことになります。ビジネスアナリティクス？ビジネスアナリティクスですね。MBA？ そしたら MBA とは違います。なんかデータサイエンスの方ですね。MBA はもっとビジネスな感じで、ビジネスアナリティクスはもっとデータ分析。そ
そうかそうか。すごいですね。すごいですね。いえいえ。でもさ、あれだよね、エプリンさんはそのビジネス勉強する前は大学ではなんだっけ、脳科学を勉強してたんだよね。はい、脳科学でした。ニューロサイエンスです。ね、それで単位取ったの？それで卒業したの？脳科学で卒業したの？脳科学で卒業しました。頭いいんだね、2人ともね。楽しいです。楽しいです。そうですか。でね、ルカ君とエイプリルさんはね、You're both really fluent in Japanese, but how did you study? Did you study together or did you study differently? 全然勉強の仕方とかがどうなのかなと思って。違います。ルカと私の勉強の仕方は全然違いますね。全然違う？まずね、ルカ君はこの前の動画でもお話ししてもらったと思うんだけど、ルカ君は確かあれだよね、インターナショナルスクールに行ったんだよね。ね、はい、で、インターナショナルスクールに行って、それからなんだっけ、中国人学校にも行ったの？初めから中国人学校1年行って、そあ、そっこからかそっかそっか。国際学園。それから国際学校に行って、それで国際学校で日本語も一緒に覚えた。はい、国際学校で一緒に通ってる日本人友達と日本語、勉強した、勉強したケースです。そうだよね、そうだよね。エイプリルさんもルカ君と同じようにインターナショナルスクールとか行ったの？私は大学以前には韓国の学校しか入ったことはないですので、国際学校とは行ったことはありません。あ、全然行ってないの？そしたらずっと韓国で教育を受けてきたのね。大学以前までですね。そしたらエイプリルさんは、大学まではずっと、幼稚園から高校まではずっと韓国。はい、そうです。韓国の学校に行ったのね。そうです。全然インターナショナルスクールとか行かないで。じゃあ韓国の学校ってそういうふうにみんな英語とか日本語ペラペラになれるの？韓国の教育って。ペラペラにならないんですね。ペラペラにならないの？じゃあhow come you got so good at English and Japanese? So in my case, I really like speaking to other people, like for example foreigners. So my parents let us travel a lot. So whenever I saw foreigners or like people, like random people in the streets, I always wanted to kind of try talking, like approach them and talk to them. So I felt the necessity to learn the language. So 初めて行った外国が日本で、そこで日本人に喋ってみたいと思う感じが強くなって、and then how I studied, right? So I really wanted to be able to be capable of speaking in the language. So how I studied Japanese is that I really like J-pop and Japanese songs at that time. So 音楽を聴きながら日本語の歌詞と一緒に翻訳された韓国語の歌詞を一緒に見ること、なんか音楽は好きになればなんか本当によく聴くことがあるんじゃないですか。あるある。そして、so I listen to the music repeatedly, looking at the subtitles, looking at the lyrics. But you have to see in both versions because you have to like remember, like memorize the vocabs. So I think it's a really good way to study like music. でも普通に1曲か2曲聴くだけじゃそんなに上手にならないと思うんだけど。そうですね。私は本当にすごい量を聞きました。そうだよね。でも私自体が好きですから、歌を聴くのが。日本語の歌を聴くのが大好きでした。本当にいろんな歌を聴きました。じゃあ歌で日本語を覚えたの？そうですね。ものすごい量の歌を聴いてね。はい。でもものすごい量でした。ものすごい量ってどれぐらい？どれぐらいかな。普通にホビーですね。私は歌を聴くのが。
なんか量とかは全然、なんか自然に歌をいつも聴いていて、韓国語の勉強を全然しなくて、日本語の歌とプロモーションビデオを見るだけでした。そうなんだ。なんか自然に、なんか I think it's really important to listen to music like in your life, like in your like day life. 自然に聞くことになることが大事ですね。じゃあ英語も同じようにして勉強したの？英語もなんか歌は存分利用しました。でも英語は他の媒体がもっと多かったと思います。なんか映画とか、なんかアメリカンドラマとかよく見ました。そしてなんか話すニュアンスとかアクセントをキャッチして学ぶことになりました。あ、そうなんだ。じゃあエイプリルさんが英語とか日本語を勉強した時はほとんどテレビとか歌とかそういう、ルカ君は学校へ行って日本人と話したけど、でもエイプリルさんはそういうテレビとか歌とかそういうので聞いて覚えた。そうですね。そうなんだ。さっき日本に行ったことがあるって言ってたよね。はい。私が10歳だった時ですね。10歳の時に日本に、その時は長い間日本にいたの？それともちょっとだけ？ちょっとだけでした。なんか3日くらい。あ、本当？3日だけ。でもそれで日本人と話がしたいと思って？はいはい。私は日本の着物とかなんか本当に綺麗と思ってて、なんか着物を普通に着てる人たちに話がしてみたかった。その時は日本語は全然話せなかったの？行った時は。全然話してなかったです。それで話せるようになりたいなって思って。はいはい。そうなんだ。それで韓国に帰ってきて、それで歌とかを聴き始めたっていうこと？はい、興味が、なんかできて興味深いになって興味を持つようになって、はい、それで日本に興味を持って日本人と話がしたいと思って、それでじゃあ学校で勉強したわけじゃなくて歌とかで学校では勉強してないっていうことね。学校では全然。そうなんだ。ルカ君とエイプリルさんって全然育てられ方が違うね。お母さんお父さん同じなのに。ねえ、How come you're raised so differently? どうしてそんなに育てられ方が違うの？英語で。どっちでもいいよ。どうしてもいいですか？そう、私が高校生になって寄宿舎がある高校に入学することに入学か。Sorry, I'll speak in English. So, okay. So I enrolled in a high school with a dormitory. So with a dorm. So I moved into the school, and so my mom she wanted to have more experiences in living abroad. So なんか韓国での生活がうんざりみたいなこと言って、お母さんが突然マレーシアに引っ越したんです。じゃあエイプリルさんはその寄宿舎に入って、寄宿舎に入ってでルカ君はお母さんと一緒にマレーシアに行った。そうですね。そうなんだ。お母さんは全然2人の子供が違う育てられ方をするっていうのは全然問題なかったんだね。そうですね。お父さんとお母さんは日本語とか英語とかはどうできる？お父さんは英語がペラペラなんですけど、お母さんは英語はそんなに話せないんです。2人とも日本語はできないんです。そうなんだ。2人とも日本語できないのに、ずいぶん2人はね日本語上手になって。そうですね。2人で話すときに2人で日本語で話すことある？全然ないです。なんか気まずくなって。想像するだけで気まずくなりますね。そうなんだ。英語で話すのも気まずくなります。英語で話すのも気まずくなります。じゃあ今2人でこうやって日本語で話しててちょっと変な感じ？ちょっと変なんか違う人と話してる感じが。
そうなんだね。2人とも日本語がペラペラだけど、どうして2人とも日本語を勉強しようと思ったのか。さっきエイプリルさんは話してくれたけど、日本に行った時に日本人と友達になりたいと思ったって言ったけど、ルカ君は何がきっかけで日本語を勉強したいと思ったの？僕も国際学校に入学してから、日本人たちと友達になってから日本人たちと話してみたいなと思って日本語勉強を始めましたけど、遊びながら勉強したからなんか自然に話できることができました。自然に話すことができるようになったのね。なんかいつからかわかんないんですけど、なんかできくなっちゃったみたいにできるようになったって？あ、そうなんだ。友達から日本語を聞くことがなんかデイリーライフになるとなんかそうなると思います。ちょっと同じみたいな同じ部分がありますね。いつも日本語歌を友達の話を聞くこと。なるほどね。でもね、エイプリルさんはそういう日本人の友達とかっていうのが周りにいない状況で日本語を勉強するようになって、で私のクラスも取ってくれたけどね。でもそうですね。で2人ともじゃあ特に日本語のクラスを取ったっていうのはそのエイプリルさんが私のクラス取ったけど、でもそれ以外は日本語のクラスっていうのは取っていないわけね、2人とも。はい。全然。そうなんだ。よくそれでこんなに日本語がペラペラになるね、2人ともね。きっとすごい天才なんだと思う、2人とも。2人とも日本語勉強しててね、これが難しかったっていうところがある？敬語が一番難しいですね。私も敬語ですね。そうなんだ。大人の人に話すときが一番緊張します。私は先生のクラスを、先生の授業を取った時も思いましたけど、他のアメリカ人の友達と話す時みんな敬語が一番難しいってよく聞きました。そうだよね。だって他の言語にないもんね、そういうコンセプトね。はい、そうですね。韓国語には敬語はあるの？はい、全く同じ敬語があります。ありますけど、もっと簡単だと思います。はい。簡単？敬語の方が。そうなんだ。じゃあ一番難しかったところは友達のお母さんがいるんじゃないですか。でその友達のお母さんを呼ぶとき英語ではDo you like are you と呼ぶんじゃないですか。でなんか日本語にすると君と呼んだなんかおかしくて。そうだね。はい、なんか友達にじゃあなんか君のお母さんなんて呼ぶって聞いたら、名前のお母さんって呼んだらいいよ。なんか誰々のお母さんなんか今日何しましたかって。でもなんかそれもおかしくてその友達のお母さん呼ばなかったんです全然。確かに君とかって言ったらおかしいもんね、日本語でね。普通になんか友達のお母さんをどうやって呼ぶんですか？普通誰々くんのお母さん、誰々ちゃんのお母さん。そうですか。誰々くんのお母さん。それがしんのすけくんのお母さんこうなるか。韓国語ではどういう呼び方するの？普通にaunt like aunt. Yeah. If you're really close with your friend, like with that friend, and then he or she's mother already like knows us, then it's kind of like aunt in like more close and familiar way. おばちゃんみたいな。でもソウルで私はなんか小さい村出身ですね。そうだね。ソウル初めてでソウル人の友達の家行った時はなんかアントと呼んだらなんかなぜ私が君のアントなんかみたいな感じでなんかshe was definitely joking, but she said nobody in Seoul calls like their family, like their friends, parents, aunt or like uncle. Like it's weird. Yeah, they said it's weird. So I was kind of like, oh, sad. そうなんだ。エイプリルさんは都会の出身じゃないんだよね、韓国の。そんな田舎って言ったらあれかもしれないけど、そんな田舎からの出身なのにさ、
すごいそんな優秀2人ともねえ。でルカ君は5カ国語話せるじゃない。でエイプリルさんも4カ国語できるんだよね。そうです。ねえ、今はもうタイ語も勉強してる？タイ語は勉強してる？タイ語も少しずつ勉強してます。でもタイ語が一番難しいです。タイ語本当に難しいです。タイ語って。そう。なんでどんな風に難しいの？文字からも難しい。難しい。文字からも難しい。でもイントネーションもありますし、中国語みたいに。でもあとイントネーションのルールも難しい。中国語の方が良かった。タイ語。でも中国語もできるっていうのもすごいよね。中国語も難しい言語ですね。どの言語が一番簡単？日本語が一番簡単です。韓国人としては。あ、そう。2人とも日本語が一番簡単？よく似ていますから。よく似てます。韓国語と日本語は。そうなんだ。エイプリルさんも英語はそしたらそういうふうに学校でも勉強したけど、でもテレビ見たりそういうので話すのも覚えたの？英語。はい話す。私はなんかドラマや、映画を見ながら話しました。私も一緒に。なんかアメリカドラマの中の、なんかアメリカ人の俳優さんで、本当になんかペラペラ喋ることが本当になんかすごいかっこいい、学校みたいな感じじゃないですか。なんか英語って発音がいい人たちが、いい人たちがペラペラ喋るとすごくかっこいいんじゃないですか。そしてそれがなんか私もしたくて、発音とイントネーションとアクセント練習しました。それでね、いろいろ練習しててアメリカに実際に来てみたらどうだった？ちゃんと使えた？はい、私は友達から発音が本当にいい、本当にいいよ、よく言われて、なんか自慢です。ちょっとだけ。そうなんだ。韓国で高校卒業してそれからすぐにテキサスに来たの？そうです。で最初から全然問題なく英語でコミュニケーションできた？はい、できました。じゃあ ESL とかそういう集中英語学校みたいなところにも行かなかったの？アメリカで。行かないでいきなり大学に入ってそれで授業についていけたの？はい。すごいね。そうなんだ。2人ともどうしてそんなに頭いいんですか？いえ。でもね、2人ともすごいそれだけ言語がペラペラだけど、でもルカ君はこの前の動画でも言ってたけど、言葉を使う仕事には就きたくないんだよね。なんかアーバンプランナーになりたいとか言ってたよね。ねえ、エイプリルさんは何になりたいの？私は今はビジネスアナリティクスを勉強しようとしてますが、私は日本のなんかアプリゲームが大好きで、なんかリズムゲームとか日本でできれば日本でゲームアプリの会社に勤めて、なんかそのゲームのグッズのなんか企画とか、してみたいです。セガとか本当に。なるほど。本当に夢ですね。セガ。どうして？じゃあ日本で働いてみたいのね。働いてみたいです。日本で。本当日本で暮らしてみたい？じゃあ。はい。日本での生活本当に気になります。つい最近数年前に1年くらい前日本に出会ったよね、キムさんとね、私ね、北海道で私は旅行中ですね。したけど、その時日本はどうでしたか？日本好きでしたか？私は本当に好きでした。日本で何したの？北海道では、なんか日本でよく食べることが多い。食べてばっかり。なんかlike I feel like I'm eating all day in Japan. Yeah. Food in Hokkaido is really good. It's hard to not eat food. 私は北海道食べ物大好きです。本当に。とか。何を食べましたか？スープカレーと味噌ラーメンとジンギスカンと北
北海道牛乳を使ったアイスクリーム、本当に大好きでした。あ、本当。なんか純粋な味韓国にもそういう美味しいものがあるんでしょ？ありますけど、なぜかな、私はなんか日食大好きです。そうだよね。よく日本の料理、お家でも作ってるって言ってたもんね。そうですね。でもルカ君は日本に行ったことはないって言ってたっけ？1回から2回あります。一緒に行ったことあります。はい、一緒に行ったの？いつ行ったの？旅行だったんですけど、お姉ちゃんが試験を取りに日本にいた時、一緒に連れて行ったことあります。奈良と京都も。もう1回はお姉ちゃんと旅行に行ってました。3回じゃない。10歳の時も一緒に行ったの。でも10歳の時は赤ちゃんだっけ？全然思いがないので本当に赤ちゃんだったけど。なんか日本行ってきたみたいな。そうなんだ。覚えてないんだ。でも2回はじゃあ日本に行ってるのね。2人で一緒に行ってるの。2回は家族旅行に行ってましたけど、お姉ちゃんが試験取りに行ってました。試験？はい、SAT2 ですね。アメリカ大学に行くために。それを日本で？札幌で。マジ？はい。そうなんだ。それは知らなかった。韓国では受けられなかったの？それって。そうです。その時は何日ぐらい日本にいたの？3日くらい。3日ぐらいそうなんだ。その時はルカ君はじゃあお姉ちゃんと一緒についてきたけど試験は受けてないから日本で何してたの？日本で札幌ではアンダーグラウンド通りとかあるじゃないですか。ある。はい、そこでお姉ちゃんが試験を取りに行った時、お父さんとお母さんが金タコに泊まってて、たこ焼き食べて、金タコ食べて、なんか服とかも見て。いましたし、覚えてるのが本当に多い本当になんかめっちゃ大きななんだっけ、大きなところでなんか肉のバルーンが肉？はい。初で肉？肉が私も見たかった。肉があってて、なんかお父さんとお母さんのなんかそれ誰そうなんだ。いや北海道は初音ミクの出身地だからね。そうです。はい、でもミクのバルーンが本当に多くて大きい本当に多かったんですよ。空にこうやってで札幌でタワーとか本当に有名なタワーがあるんですよ。札幌タワー。テレビ塔。そこの前の本当にビッグななんだっけ。大通公園。本当に大きなパーク公園に大通公園。その頭だけバルーンがこうやって。で日本人たちもそこで写真撮ってて。僕たちも写真撮って、それ誰とも知らなかったんですけど、写真撮りました。本当。記念写真撮ろう。前に立てて、たこ焼き食べながら、誰それみたいな。そうなんだ、お姉さんがね、試験で頑張ってる間にね。そうなんだ。私はそれでなんか北海道が大好きです。北海道なんだ。札幌に行くと、なんか毎晩肉が全部肉ばっかりみたいな感じの、はい、どこでもありますね。肉あるあちこちにある。そして私はなんか嬉しくなって。そうなんだ。この前エイプリルさんとは北海道でもちょっと会ったじゃないこの前で、その時もなんか美瑛に行ったりとかしてたでしょ？美瑛大好きでした本当にね。でなんかキタキツネ見たりとかしてたよね。いましたね。
なんか北海道寒いところが好きとか言ってたよね。私は寒いところが好きです。ルカもそうです。あ、ルカ君もそう？暑いところはもうやめたいんだ。ちょっと寒いところにも住んでみたい？ちょっとだけじゃなくて本当に寒いところに住んでみたい。そうなんだ。ちょっと暑いのはちょっと飽きちゃったかな？もう暑いところは住んでなくてもいいんですよ。一生分にもう。そうか。じゃあぜひ2人で大学卒業したらぜひ北海道にまた遊びに来てくださいよ。ね。はい、そうします。そうか。これから2人は来年じゃあ予定では2人で一緒にテキサスに帰ってきて、はい、ね。それで一緒に暮らすのかな、テキサスで。はいね、そうか。それでお姉さんは大学院卒業して、でルカ君は大学卒業してっていう感じかな。でそれ終わったらどうすんの？韓国に帰んの？それとも韓国にわかんない。もらうんだもん。韓国に帰らないです。帰らないです。あ、そうなんだ。私としては個人的には私は韓国に帰る予定は全然ないですね。あ、そうなんだ。でもなんかアメリカで就職ができたらアメリカになんか暮らす予定ですし、アメリカに就職できなかった場合はあと日本で就職準備ないです。じゃあちょっと日本で暮らしてみるのもいいかもしれないね。そうです。そうか。ルカ君は？僕はまず大学院また入学するんじゃないかなと思ってます。お姉さんと同じようにね、大学院に行って。そうか。じゃあこれからしばらくはひょっとしたらアメリカにいるかもしれないんだね。そうですね。そうなりますね。じゃあもしね帰ってきたらまた一緒になんか楽しいことしましょう。クラスシ行きましょう。クラスシ行きましょう。ぜひ行きましょう。ぜひ行きましょう、クラスシ。そしたら、最後に2人に今ねこの番組を見てる人は日本人が多い、英語勉強してたりそういう翻訳者になりたりとか語学を勉強してる人が多いと思うんだけど、2人ともすごい日本語も英語もペラペラだからさ、なんかアドバイスがあったらお願いします。じゃあ私からいきます。私がアドバイスしたいことは、まずはルカみたいに国際学校に行ってなんかたくさんのなんか外国人と話せる状況は本当に珍しいですね。実は珍しいです。本当に特別ケースだと思います。で、自分がどうしてその言語を学べたいかよく考えることが大事だと思います。なんか本当に理由がなんか個人的に言語を学べる状況って義務的じゃないですか、普通に。なんか普通に義務的と思ってて、言語は使うことを続かないと忘れがちです。そしてその言語をこれからも続けたい、なんか使うこと、この言語を使ってできる活動、趣味続けたいなと思うことが大事だと思います。続けたいと思うことが大事？はい、なんかその言語を学ぶためだけに、なんか本を読んだりすることは忘れがちです。本当に後で将来。そしてはいそうですね。なんか本気で自分が楽しめるなんか方法で学ぶことが大事です。なるほど楽しみながら学ぶことが。でも現代はなんかリソースネットフリックスとか二重字幕とかリソースも本当に多いですね。多い。言語を学ぶことがなんか本当にいい状況だと思います。なるほどね。そっか。エイプリルさんは、ルカ君はちょっとインターナショナルスクールとかに行ってちょっと特別なケースだけど、でもエイプリルさんはそういうインターナショナルスクールとかに行かないで自分で勉強してここまでペラペラになったから、だからそういう目的意識を持って何に使うんだろう、何がしたいんだろうっていうことを考えながら勉強するとちゃんと
上手になりますよっていうことね。はい、本気で楽しめること。義務的じゃダメです。なるほどね。就職のためとかは、ちょっとなんかダメなわけじゃないんですけど、学ぶことがもっと時間がかかりかも。なるほどね。なるほどね。じゃあ本当に心から楽しいと思えることを見つけて、それを支えに勉強すればいいっていうことかな。そうですね。なるほどなるほど。それは深いね。いいアドバイスだね。どうもありがとう。そうですか。嬉しい。嬉しい。役に立ちたいです。ねえ。それでキムさんはそういうテレビとかそういうので日本語を勉強したけど、日本人の友達もこれからぜひ作ってもらったらいいんじゃないかなと思う。なんかこの番組を見てる人とかもね。ルカとは違って私は日本人の友達いないんです。全く。日本人の友達が欲しい？欲しいです。そしたらね、そのため学べたんだから。そうだよね。ひょっとしたらこの動画見てる人でエイプリルさんと友達になりたいっていう人が出てくるかもしれないから、そしたら連絡するね。お楽しみに。お楽しみに。ね。じゃあ今度はルカ君はこの前もちょっと話してもらったけど、なんか追加でアドバイスがあったらお願いします。ちょっとルカ君は特別なケースだけどね。アドバイス、さっきのめっちゃよくてアドバイスはあるかな。行ってみな。行ってみな。お姉さんの方が良すぎた？はい、良すぎてもう思いが出ない。もうないですね。ないですか？それはどう？なんか友達と話すことが安い状況だったんじゃない？ルカは。そしてなんか一緒に日本語を勉強、なんか一緒に日本人としては一緒になんか英語を勉強したいで友達を探してなんか2人で喋ってる、喋ることを練習したり、最近なんか日本でネット友達が本当になんか今本当に人気だと聞きました。友達から。ネットの友達？はい、なんかイエイというアプリイエイというアプリ知ってますか？知らない。なんか実際に会わなくてもなんかネットで、話す友達を作るのが本当に人気だと聞いて、今の人気な日本で人気なもの、でそっちでなんか、言語を一緒に学べたいという人があったら友達になって話してみるのもいいかなと思って。私もイエイ使っちゃえばいいんじゃない？イエイは日本だけで使える。そうなんだ。なるほどね。そうか。いや、まあ2人ともね、アメリカに来て他の日本人と友達になったりとかね、2人はすぐに友達できそうだから全然心配いらないと思う。2人ともすごいフレンドリーだしね。優しいし頭いいから。だからね、いやどうも今日はありがとうございました。なんかありがとうございました。すごい楽しかったね。楽しかったです。ね、2人とも日本語の勉強、英語の勉強を続けてこれからも頑張ってください。Thank you so much for your time andはい、ありがとうございました。I hope to see you in Texas. イエーイ、クラスし行きましょう。クラスし行きましょう。はい。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。いかがでしたでしょうか。私は2人の話を聞いててすごく面白いなと思いました。エイプリルさんもルカ君も全然育った環境が違いますね。エイプリルさんは高校までずっと韓国で一貫して教育を受けてきた。それに対してルカ君は中学時代からずっとマレーシアとかタイとかいろいろ外国を転々としてインターナショナルスクールや中国人学校に籍を置いて今までやってきたと。そしてご両親はお父さんは英語が話せるけれどもお父さんもお母さんも日本語は話せないと。そんな中で全く異なる道のりをたどって
2人がこのように日本語をマスターしてきたという話を聞くのは非常に面白いと思いました。語学の勉強っていうのは本当にいろいろなやり方があって、その人によって向いている学習方法と向いていない学習方法があると思っています。ルカ君とエイプリルさんは本当にそのことを体現して全然違う方法で学習をしてきたようですね。でも2人に共通しているのは本当に心から日本語とかそういう外国語が好きで、必要に迫られている、絶対に覚えなければいけないという、なんていうのかな、使命感というか緊迫感を持って本気で取り組んできているというところだと思います。そこは2人共通しているなというのが面白いと思いました。本当に私もですね、日本で英語勉強してた時は自分なりに真剣にやってたつもりだったんですけれども、いざアメリカに来てアメリカ人と一緒に肩を並べて生活をしていかなければいけないという状況に、置かれた時にですね、私の英語の勉強の仕方はまだまだ生ぬるかったなということを、痛感して、それでますます本気になって勉強した覚えがあります。やはり語学というのは教養だけで終えるのはちょっと寂しいというか、やはり使えて実用的に使えるものであった方が、いろいろな意味でですね、人生を豊かにしてくれるものなのではないかなと思います。いろいろ人によって向いている学習方法というのが違うので、それが見つかるまではちょっといろいろ試行錯誤するかもしれないんですけれども、どのような方法でも自分に合った方法を見つけて、やめずに継続していけば、その先にはルカ君やエイプリルさんのように、語学を上手に操ることができる将来というのが待ち受けているのではないかなと思いました。今回はエイプリル・キムさんとルカ・キム君のインタビューということでお送りしました。英語を勉強していらっしゃる方、翻訳を勉強していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.